ビビちゃんよ、最近どうよ、あんた。いや、そうですね。いや、ペコラ先輩こそ最近全然会えてなくてビビ寂しかったよ。いや、なんか久しぶりだね。こうやってなんかまったり二人でなんか話すということはなんか久しぶりな気がするけど、どうや。いや、そうだよ。最近あんたなんか元気してんの？いや、最近はね、もういい睡眠が大切だということに気づいて。そうで、あんた昔さ、なんだっけ、配信中なんか寝ちゃうみたいな、すいません、ペコラ先輩今寝てました、すいませんみたいな変なこと言ってたことあったよね。そうだよ、前代未聞のさ、先輩と一緒のコラボ配信でビビ寝落ちするっていううとうとして仕事中に、いやでもね、あったよね。そう、あった。あん時はすごい寝不足で、ビビも。寝れてなかったの？全然。そう、あん時は本当に全然寝つけてなくて、もう満身創痍だったんですけど。最近はどう？最近は寝れてるの？いや、最近はほんまに見て、ビビのこの顔。ビビのさ、この顔見て顔色いいなと思わへん？なんかお前の顔色全然変わってないからごめんだけど、全然どうなってるか全然ペコラはわかんないけど。なんで気づかへんねん。ちょっと顔色良くなったやろ。そうなんですよ。でも確かにペコラと比べるとさ、お前何ほっぺにさ、なんかちょっとピンクのさ、チークみたいなのつけてもらっとるやん。いや、そうやで、ビビつけてもらってるんじゃなくて、そう、もともとピンクなの。これだからしっかり寝れてる証なんよ、ビビが。そうやって、ペコラピンクのあれな、ペコラの方がむしろこれ寝不足か、これ。ほんまや。ペコラ先輩寝れてんの？ほんまに？しかもお前の方がちょっと小顔じゃね？ちょっとどういうこと？ほんまや、ビビめっちゃ小顔やねん。ごめんなさいね。横に並んだらね、ビビの小顔目立っちゃった。ごめん。お前ちょっと後ろに下がりすぎじゃないか、これ。ちょっとお前だけなんか枕のところで寝てるけど、お前だけちょっとペコラの髪型の方が前来てるってか、お前演技法やめて、女子の嫌なとこ出てますあんた。やめてください。やってないわ。先輩を立ててんねん、これ。でも見て、ペコラこの角度だったらさ、どうよ、結構小顔に見えてない？確かに小顔かもね。ここだったら結構いい感じになってる。もうそんなんどうでもいいんだよ。別に気にしねえんだよ、ペコラは。そんなん気にするタイプちゃうやろ。そうやろがい。そんなん気にせえへんやん、いつも。いや、そうだよ、ペコラ。いやでもあれだね、ビビちゃん、最近ありがたいことにさ、2人でさ、いろいろお仕事とかももらえて、なんかそうだね、嬉しいですね。よかったね、なんかペコビビこんなにもさ、いろんな人にさ、なんかペコビビだ、ペコビビだってやっぱ言ってもらえて、お仕事をもらえてなかなかないかんだよ、お前。いや、本当にそれは感謝しないとなって。もうほんまね、なんか始まりはいつの間にかって感じやったけど、いつの間にかさ、ペコビビっていう言葉が生まれててさ、ね、いつの間にかこんなもう仲良くなってから1年ぐらいが経過したんですけど。あれでも配信始まってる、ペコちゃん。ビビちゃん配信始まってる。ペコだよ。嘘やろ。まずい。やばい。放送事故やいやね、狙いすぎだし、なんでこんなシチュエーションにねなってるんだよって感じですけども、じゃあ早速ですけども、今日はネルマットレさんからね、案件配信があるので早速始めていきたいなと思うので、挨拶していきますか。ちょんちょんと。やっと見せたね、ビビちゃんのそのね、アホ毛がね伸びてるのね。やばい、バレたーのやつです。オッケー、じゃあペコラから挨拶してくね。ペコラ別にね、今まで使っていたベッドが安いやつとかじゃないの、正直言って。はい。それなりにやっぱ睡眠っていうのはやっぱ重要ペコですから、それなりにお値段、当たり前よ、そりゃなんやねんその反応。そりゃね、高いやつ、ちゃんとね、その安いやつじゃなく、それなりとした値段のやつを使ってたんだけど、今回このネルマットレスさんの案件をすることでいただいて、寝室にはもうベッドがあるから置けないから、配信部屋に置いたの、ペコラは。なんか見たわ、それ。寝落ちもちもちみたいな。そう、寝落ちもちもちは知らんけども、置き場所が正直配信部屋しかなくて。でもめっちゃいいやん。いや、配信前に寝たりとかさ。そう、あんたよくぞ気づいてくれた。落ち着いて。てかまずさ、ビビちゃんさ、サイズさ選べたと思うけど、どのサイズもらった？ビビは普通のシングルにしました。シング
よね。あんたそれ謙虚な心だね。謙虚な。ペコーラ最初さ、せっかくだからキングサイズもらおうとしてたよ。おい強欲いやでもわかる。ビビも今使ってるベッドシングルやのに、これを機にもういっちゃんでかいやつもらったろうと思ったけど、ちょっと部屋がまだまだ小さいから入らへんなと思ってシングルにしました。そう、ペコラもそう最初はマジでこれもらえるんだったら絶対でっかい方がもう当たり前にお値段も高いだろうし、一人でももうゴロゴロってできるからキングサイズもらおうと思ったけど、ペコラもう部屋がキングサイズだと配信部屋絶対入らないってなって、まあ謙虚な心でセミダブルにしたんだけど、それでもやっぱりセミダブルやないかシングルやないやん。今の話的にシングルかと思ったわ。ペコラはシングルだとちょっと狭いかもなと思ったからセミダブルにしたけども、しっかりセミダブルやん。ペコラって結構寝返りひどいのよ。よくね動くの。そうなんかねじーっとしてないのよね。なんかねちっちゃい頃からマミーにも言われてたんだけど、なんか回転してるって言われたことがあって、そのどういう状況やねん回転って。見たことないって。ペコラもわかんないけど、マミーにちっちゃい頃になんかペコちゃん回転してたよみたいな感じだから、布団とかも結構なんかなんて言うんだろう、そう変な感じの形で起きてる時とかなるんだけど、なんかね寝るマットレスさ、なんだろう、ペコラのほんと体に合ってるのかわかんないけども、マジ秒でね、なんていうの、結構前の使ってた寝やすくなったんだ。そう布団だと寝つきが良くなった。そう、あんた言葉いいね。そう、寝つきがめっちゃ良くなって、前までって結構寝るね、やばいだったんだけど、これ相性がいいのかわかんないけど、寝るマットレスさんをちょっと試してたら、マジでいつの間にか夢の中。待って、厚みや硬さってさ、ペコラ思うんだけど、その厚み硬さ、ペコラ的には硬さはめっちゃ良くて、寝るマットレスを踏んだっていうか足でさ一点集中すると、そう結構沈むんだけど、ちゃんと横になると程よい、なんていうの、分散されるというか、やっぱ配信部屋だから狭いからさ、通るとき踏むんよ普通に寝るマットレスごめんねーっつって、でその踏むときはそう結構なんか沈むなと思うんだけど、寝ると違うんよね。どう、硬さとか厚みどう、ビビちゃん的には。ビビは踏んでないからそんな踏んだ時の違いは分からんでだからふーんってなっちゃった。今日マジこの配信終わった後一回さ片足で踏んでみよう、意外と沈むんだなってなるからマジで分かった寝るしかやってないから、そうなんかペコーラなんだっけ、固めのシート、なんか枕に入れる固めのシートみたいなやつ、なんかどっちに入れてる、なんか正直上なのか下なのか正直分かんなくて、説明書読まなくて、なんか時と場合によって書いてるんだけど、なんか分からなかった正直。ビビは下に引いて高さ調整シートもありで寝てます。うわ、ペコーラさ上でさあるやつだから、ペコーラ失敗してたってことなんかな、それ。なんかどっちか分かんなくて最初マジでこれどっちなんやろで思いながら、いやちょっと待って、呼んでいや呼んでよ、なんで呼んでへんねん呼んで使ってくれ正しい枕の当て方とか全部寝るマットレスさん書いて送ってくれてますから、説明ね。みんなもこれということでここからは寝落ち、寝落ち OK 寝るマットレスさんの秘密講座。ペコーラがねこれから寝るマットレスさんの紹介をしていきますが、ペコラの説明が心地よかったら寝落ちしても OK でござよよ。 OK だよ、 OK なのかそれってやったー、ビビだってビビも今寝てたって言われてたからバレたって気づいたら寝てるよ。最高品質のものづくりを目指している会社です。ちなみに寝るはベルかっこよく寝られるイコールの寝るを掛け合わせた造語とのこととなっております。寝とるおい、とんでもないいびきかいて、アイドルだろお前アイドルがそのいびきちょっと勘弁してほしいんだけどあれなかなかなんかひどいいびきを聞いたけど大丈夫？早かったね。そんな寝心地よかった？ね、今想像してたんですビビ。このマットレスに寝転んだ自分を想像しただけであれしたか。想像しただけでもう眠くなっちゃった？そう眠くなっちゃう。特に寝返りに着目して開発に行っているらしいですね。なるほどね。もうタブロれないよ。お前寝すぎやろお前何の夢見てんだよ。お腹空いてんのかってぐらいに。なるほどね。だからビビの腰がもう痛
た腰痛が寝てるだけでマシになったんだわ。本当になんかねずっと体本当に朝起きた時だるおもんやったんですよね。でなんか腰も痛いなってずっとさ配信して座ってたら腰痛いじゃないですか。確かにね。なんかそれがマシになったような気がして、そうだからこれ聞いてそういうところも関係してるんかもってちょっと思った。そうやね。しかもね、ねるさんに聞いたんじゃないの、ビビちゃんなんか。何をだよ、読んでや。ちょっと待ってお前ね、ネタフリに力入れすぎて台本読めや、さすがに。ちょっと待ってどこやスライドの手のところのお前のねるさんに聞いたんだけどところだよ。そうや、危ないナイス。ビビ寝すぎてましたわ。本当だよ。ちなみにそうだ、ちなみにねるさんに聞いたんですけど、人って睡眠中に20回以上も寝返りすることがあるみたいですよ。20回以上なんだ。へえ。そこに着目して簡単に寝返りをできるようにしたっていうのが本当にね魅力的ですよね、これ。そうだね。でも20回、じゃあペコーラもビビちゃんも20回くらい寝返りしてんだね、1日にね。ペコラ先輩なんかトルネードやねんからさ。そうだよ、もっとしてるよ、もっとしてるよ。100回200回してそうやで、ぐるぐるぐる。ね、だからむしろそういう人にとってのやっぱ寝返りとかっていうのはありがたいことだねということで、実現寝心地も清潔さもマットレスに必要なものを全て詰め込んだまさにスイートなのにふさわしい一品とのことです。お寝てるスイート。おーいおい、また寝てたな。あまりのペコーラの説明が流暢すぎて寝てたよか、さすがに。いや、さすがにね、またスイートとか言うから、スイートのマットレスとか言うから、もうまた眠くなってきちゃった、想像しても。本当にだからやっぱり畳めるってのもでかいと思う。いや本当にね、だからこれあればほらペコラ先輩のうちでビビいつでもね寝れちゃうな。勘弁してね。やったー、勘弁してね。やったー、ありがとうございますねルマットレさん、やったー。いやもう無理や、だってペコラ、だってもうペコラが使ってるからもう他の人にはできないよ、無理よ。なんでいやだってそのほら今2個あるでしょ家にね。だからほらビビがそのね寝るマットレさんですね、配信部屋で寝るわ。じゃあ次お家行ったらありがとうございます。勘弁してください。ということでここまではねマットレスや布団自体のご紹介でしたが、はい、めちゃくちゃいい。本当にノー枕ベビーがもうイエス枕になったからね。いや枕も睡眠にはやっぱ大事ということで、寝る枕のポイントその1いっていきたいと思います。させることで面ではなく点で頭を支えて安定感を叶えるため特許取得済みのポケットファイバー構造を開発しました。あ、そうなんや。だからここも面じゃなくて点なんですね、これね。この台本ほらさっきの日々のも打ち間違いだったんだけど、いやこれビビちゃんの語尾じゃないの。おい読んでやれよこの台本のやつお前。はい、ここでも面じゃなく点なのら。誰と間違えてんねん、誰と間違えてんねん、台本マジで。台本おいどうなってんだまあね、多分いろいろあるんでしょうね。いやでもそういう感じでもビビちゃんがゲス枕にするってことは本当に枕いいってことだからね。いやそうなんですよ。なんてイエス枕ですよね。あんた今言ってたよね。だってビビはノー枕だったのがイエス枕になったからねとか言ってたよね、さっきビビちゃん。そうベクラ先輩が言うとおもろい。なんでだよ。イエス枕。はい、ということで寝返りにこだわった商品設計からフリートライアルまでとにかく至れり尽くせりな寝るマットレスですが、現在なんと寝るマットレスを含む対象商品が 15% オフにてご購入いただけるとのことです。なんやって 15% なんてすごいやん。でもみんな今3月26でしょ。そうだよ。3月29まであと3日しかないやん。もう少しでセール終わっちゃうやん。でもだから決められへん人もいるかもしれへん。ペコラ先輩大丈夫です。そんな方のご安心ください。はい、こちら、今回の配信を記念してお願いします。お願いしますということで、商品の説明はここまでにし、先日ね X にて募集させていただいたみんなの睡眠不足で失敗したエピソードについて、その一部を一緒に見ながらちょっとお話できたらなと思います。やったー。
楽しみね。睡眠不足で失敗ってなんか何があんだろうっていうね。いやだってちょっと心配にもなる。一人は配信で、ね、寝るという失敗もしてるしな。いろいろあるだろうな世の中には。すいませんしたビビ寝てたってじゃあ行きますよ1個目から、あまりにも疲れていて周りがマリーゴールドに見えたことがありました。花だよね、これ花だよね。マリーゴールドありましたね、これ危ないやつや。幻覚見えてない？いや本当だよ、これあいみょんや、あいみょんぐらいしかマリーゴールドってなかなか聞かねえなと思ったけど、いるんだね。なんか全てをマリーゴールドに見えてしまうって。いやあいみょんも全てマリーゴールドとは言ってないからね。あ、そうかタイトルだけか。ビビちゃん何最近寝るときどんな格好なん？ビビが最近寝るときはね、あったかいめの麦わらの帽子の君が濡れたマリーゴールドに。久しぶりのやつやな、自分いつも。はい、続いていきましょう。絶対これ言わせてくれないんだよな。はい、逆バージョンだよ。はい、読んでください。あるある言いたいの逆。当時彼女とのデート中、元カノの名前で呼んでしまった。うわー、これ寝不足だからってあるのかな。寝不足とかが。うわー、寝不足あるでしょ。これ頭回ってなかったんじゃない？あ、そういうこと？言っちゃあかんやつやん、名前間違った。だからペコラ先輩があ、やべ、これっていうことなんだよね、きっとね。そうです。今振ろうと思った。さっきやられた。さっきやられた。そう、ペコラ先輩がマリちゃんっていうようなもんやでって言おうとしたら、そうかぶったね、ネタかぶったね。作業とか忙しすぎて多分頭に余裕がない時って人の名前間違える時結構あったりするから、配信とかでも。そうやん。ビビのこと間違えたことあるからね、ペコラ先輩。あの時寝不足やったんかな。じゃあビビと2人でじゃなくて、なんか1人で配信してる時にペコラ先輩がビビのことなんかニコと間違えてた。ニコちゃんとかビビちゃんと2人のことなんか別々になんか名前変わってたよ。入れ替わってたよ、ビビが名前が。それ覚えてるわ。そう覚えてた。いや、ちゃんと寝てね。寝るわ、寝る。寝るマットレスさんで寝てな、ほんま。はい、昔バイト先でマネージャーさんに説教されてる最中、あまりにも眠気が来てしまい一瞬意識が飛びました。おもろいやんけお前と怒られました。怖ー。おもろいやんけお前ってもう勝ちきれてない？これ大丈夫？眠気でやっぱ飛ぶってことは本当に眠かったんだろうね、相当。飛んだことある？あるか。配信中に飛んだのか。そっかあるか。あるよ、やめてよ。いやその時ペコラもお前おもろいやんけって言えばよかったわ、ビビちゃんに対して。くっそー。怖いよ。すいません、ペコラ先輩。いや聞いてもなんかちょっと今ビビ寝てましたよ。おもろいやんけお前って。うわー、くそ、今度から使うわこれ。使わせてもらう。まずいよ。いやもうビビも寝ることないですからね、そんな配信中に。だって寝るマットレスさんでしっかり寝てるからもうならんもん。確かに。てかペコラのさ、失敗談じゃないけども、ペコラなんだっけな、マリオテニスの大会やってる時にちょこちょこその人に教えるっていう配信やってたの。でもその前やってくれましたね。夕方とかちょっと軽く寝てたんよ、帰ってきてから。で、ディスコードでさ、その集まるところあるじゃん、6倍サーバーとかで。はい。ロボコさんにマリオテニスを教えるっていうやつがあって、もうギリギリまで寝てたの、正直。そしたらさ、別の配信をしてるまつり先輩もディスコードの6倍サーバーに行って、間違ってロボコさんのところに入ったかと思ったらまつり先輩のところにいて、でなんかまつり先輩も先輩でペコちゃんみたいな感じになって、あれなんでペコラはロボコさんのところにいるはずなのに、なぜまつり先輩のところにいるんだろうで、寝ぼけたねこともしたことはあるわ。気をつけてな。見た。見たよ。なんかいつもと違ったもん。なんか寝起きやったんや、やっぱあれ。あれ寝起きだった、完全にね。だから気をつけて。なんか寝起きの時の入り間違い、ディスコードの怖いからね、あれ。ってなるから脳みそがね、急にギュインってね起きる。なんでこうなってるんだみたいな感じになるから。でね、コラボとかでやらかしたらまずいですからね。まずすぎる。はい。メスのウサギです。パンツを裏表逆に履いていたことがあります。そのままで一日過ごしました。おい、何想像させようとしてんじゃん。パンツやらしい。裏表。ねえ、ペコラないかも。裏返しある？ペコラ先輩どんなパンツ履くんですか？なんでこの流れであれ何も変じゃないけど。麦わらの
ビビちゃんはビビちゃんはどんなパンツ履くの？麦わお前から聞いてきたんだろうがよ。じゃあ続いていきますよ。はい、こちら、はい待って、家で靴下履く派？嘘、履かない履かないペタペタしちゃうじゃん。いや、それ今も履いてる？履いてる。マジかよ。ペコロ絶対履かない。そうなの？だからいつもペコラは多分歩いてたりするのをさ、配信であれ聞こえてたらペタ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 多分言ってると思うよ。そうなんや。履いてないや、意外かも。そうなんや。パンツじゃあ何履いてるんですか？麦わらの帽子の君が触れたり。騙されへんかったか。さすがにな。はい、ビビちゃんありがとうね、今日はな。ありがとうございました。ビビもまた寝に行くからね、ペコラ大丈夫、先輩。それは大丈夫。なんでありがとうね。それは大丈夫ですから。はい、ということで、デーレじゃないのよ。はい、ということで、じゃあ、おつぺこビビ寝るマットレス。バイバーイ。ビビちゃん、あんた案件うまいことやりやすかったよ。ありがとうございます。